Mr. Japanese Channel。ケンゾー、見て見て。新しいプランナー買ったの。今度こそ絶対に毎日勉強するって決めたんだ。また？先月も同じこと言ってなかった？でも今回は違うの。超かわいいステッカーも買ったし。ステッカーで動機づけできるなら、みんな成功してるよね。わかってる。三日坊主なんだよね。いつも最初だけやる気満々で。待って、それ実は今日のトピックに完璧につながるんだ。本当？動機がないとき、どうやって動機を作るか。ああ、それ超重要なテーマだね。でも動機って自然に湧いてくるものじゃないの？それがみんなの大きな誤解なんだ。バカい？ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私はケンゾーです。私はアキ。今日はリアルな話をするよ。そして私はミツキ。動機がない代表です。正直でいいね。でもね、みつき。動機がないのは君だけじゃない。むしろ普通だよ。誰だって動機が消える瞬間がある。じゃあ、成功してる人は？彼らは秘密を知ってるんだ。動機を待たない。動機を作る。作る？そう、動機は感情じゃなくてスキル。日本にはやる気は行動の後に来るという考え方がある。行動の後？逆じゃない？みんなそう思ってる。でも実は行動が先、感情は後。これ、脳科学でも証明されてるんだよ。知らなかった。今日は7つのステップを通じて動機を作る方法を探求する。7つの実践的な戦略。君の人生を完全に変えるかもしれない。7つ？具体的だね。最後には、そのかわいいステッカーが実は必要なかったことがわかるよ。それは寂しいかも。でも聞きたい。まず基本から、動機って本当は何だと思う？何かをやりたいって思う気持ち？いい答え。でも日本語で動機はもっと深い意味がある。深い？動くと機会。動くための機会。きっかけ。つまり、外から来るものじゃなくて、自分で作るもの。なるほど。じゃあ、やる気が出るのを待ってちゃダメってこと？まさに、待っていたら永遠に来ないかもしれない。それは怖いけど、本当かも。日本文化には、形から入るという概念がある。形から入る？気持ちがなくても、まず形を作る。姿勢を整える。動作をする。そうすると不思議なことに心がついてくる。心より体が先？そう。これが動機を作る最初の秘密。感情を待たない行動を始める。OK。想像してみる。月曜日の朝6時。早いね。アラームが鳴る。ベッドから出たくない。全然やる気がない。典型的な月曜病だね。でも、日本人の友達を思い出す。彼女、毎朝5時に起きてる。何をしてるの？まず、ベッドでゆっくり座る。急がない。深呼吸を3回。それ、起床の儀式だ。儀式？そう。彼女は感情を待ってない。決まった動作をしてる。それから、カーテンを開ける。朝の光を浴びる。光は脳を覚醒させるからね。科学的にも正しい。次に、コップ一杯の水を飲む。ゆっくりと。気づいた？彼女まだやる気があると
とは言ってない。あ、本当だ。でも体は動いてる。儀式を実行してる。そして不思議なことに、5分後には目が覚めてる。動機が後から来たってこと？まさに、これが形から入るの力。師匠の儀式を分解してみよう。重要なポイントは、複雑じゃないこと。たった3つのステップだもんね。深呼吸、光、水、シンプル。シンプルだから続けられる。複雑だと、三日坊主になる。耳が痛い。もう一つの秘密は、トリガー。トリガー？自動的に行動を始めるきっかけ。日本語で引き金。引き金。何か怖い。でも、いい意味でね。アラームが鳴る。自動的に深呼吸。考える必要がない。体が覚えてる。だから毎日同じ動作なんだ。脳は繰り返しが大好き。パターンを作るとエネルギーを節約できる。日本の茶道も同じ原理。毎回同じ動作。考えなくても体が動く。じゃあ私も小さな儀式を作ればいい？そう。君にとって自然な儀式を。より深い真実は、日本文化は継続を大切にする。一回だけ頑張るより、小さくても毎日続ける。継続は力なりということわざがある。継続は力。1日だけ10時間勉強しても意味がない。でも毎日30分。1年続けたら計算してみて。30分かける365日。うわ、180時間以上。そう。小さな行動、大きな結果。でも、どうやって継続するの？それが次のステップ。環境を変える。環境？日本には場を整えるという概念がある。物理的な空間が心に影響する。部屋が散らかってたら、心も散らかるってこと？まさに。だから、日本人は掃除を大切にする。掃除は単なる清潔さじゃない。心を整える行為なんだ。クイック。質問。もし動機を作る要素を一つだけ選ぶなら、何を選ぶ？いい質問だね。みんなに考える時間をあげよう。小さな儀式？環境を整える？それとも、トリガーを作る？私は小さな儀式かな。素晴らしい選択。儀式は基礎だから。そして、儀式があれば、他の要素も自然についてくる。一つをマスターしたら、次を追加する？まさに焦らない。一つずつ。OK。もっと複雑なシナリオ、いくよ。準備 OK。大学生のユータを想像して。試験まで2週間。でも全然勉強してない。よくあるやつ。月曜日。今日から本気出すって決める。朝6時に起きる予定。どうなったの？実際に起きたのは10時。もう午前中が終わってる。今日はもうダメだ。明日から頑張ろうって思う。それ、私だ。火曜日。また寝坊。水曜日も。木曜日には、もう諦めモード。やっぱり自分はダメなんだって落ち込む。でも、ゆうたは変わったんだよね。金曜日の夜、友達のケンジに相談した。ケンジは聞いた。1日何時間勉強する予定だった？ゆうたは答えた。10時間。ケンジは笑った。そりゃ無理だよ。今までゼロだったのに。じゃあ、10分だけやってみたら？たった10分？ゆうたも同じこと言った。十分じゃ意味ないでしょでもケンジは言った。ゼロと十分。
どっちが多い？ 10分。そう。そしてゆうたは土曜日、10分だけやった。日曜日も十分。月曜日も十分。そして、水曜日、気づいたら30分やってた。金曜日は1時間。自然に増えてた。動機が後から来たんだ。小さく始めるを深く分析しよう。なぜ小さい方がいいの？脳は大きな変化を嫌う。サバイバル本能なんだ。急激な変化は危険信号。だから抵抗する。だから明日から10時間勉強は脳が拒否するんだ。でも、十分だけは脅威じゃない。小さすぎて抵抗できない。日本語で小さく産んで大きく育てるという表現がある。ビジネス用語？もともとはね。でも人生全般に使える。最初は小さく。でも継続することで大きな成果になる。継続がキーワードなんだね。そう。一回の大きな行動より小さな行動の積み重ね。数学的に考えて、1日 1% の改善、1年後は365%？ 風利で考えるともっとすごい。約37倍。37倍？小さな改善の力、侮れない。より深い真実は、動機は感情の問題じゃない。システムの問題。日本の会社が強いのは、個人の才能じゃなくて、システム。システム？誰がやっても同じ結果が出る仕組み。動機も同じ。気分に頼らない仕組みを作る。仕組みがあれば、やる気がなくても動ける？まさに。トヨタのカイゼンも同じ哲学。毎日少しずつ改善する。それが仕組み化されてる。個人でも改善できる？できるよ。自分のシステムを作ればいい。朝のルーティン、勉強の環境、休憩のタイミング、全部システム化。システム化。難しそう。いやー、シンプルでいいんだ。複雑にしない。よくある間違い。その1、完璧を求めすぎる。それ、私、毎日10時間勉強する完璧な計画を立てる。1日でも失敗したら全部やめちゃう。やっちゃう。でも完璧じゃなくていい。60% でいい。日本のことわざ。60点で合格。60点でいいの？ 100 点を目指して行動しないより、60点でも行動した方がいい。その2、他人と比べる。SNS 見ちゃう。みんなすごくて。でも見えてるのは結果だけ。プロセスは見えない。成功してる人も最初は下手だった。失敗してた。それは励みになる。比べるなら、昨日の自分と比べる。昨日より 1% でも成長してたら、それは勝ち。今週のチャレンジは、一つだけ小さな習慣を選んで。10分の読書でもいい。5分の瞑想でもいい。3回の深呼吸でもいい。とにかく小さく7日間続ける。たった7日。そして気づいて、どう変わる？どう感じる？コメントで体験をシェアしてね。聞きたい。一つの小さなこと。7日間。何が起こるか見てみよう。本当のことを話してもいい？もちろん。数年前、私も動機を完全に失った時期があった。何が起きたの？日本語教師になって3年目。最初は情熱があった。生徒を助けたい。文化を伝えたい。それが？ある日、気づいた。毎日同じことの繰り返し。同じ文法、同じ説明、
同じ間違い。燃え尽きたんだ。そう。朝起きるのが辛くなった。授業の準備も適当になった。何のためにやってるんだろうって。それは、辛い。ある日、授業に15分遅刻した。生徒が待ってた。気まずい。すみませんって謝った。でも一人の生徒、タイから来たソムチャイが言った。なんて？先生、大丈夫ですか？最近、元気ないです。その瞬間、涙が出そうになった。気づいてくれたんだ。授業の後、ソムチャイが残った。先生の最初の授業、覚えてます。先生の目、キラキラしてました。G× は、今、目が疲れてます。でも、先生のおかげで、私、日本語話せます。夢、叶えます。それで、変わった？すぐには変わらなかった。でも、家に帰って考えた。動機を探してた間違った場所で。間違った場所？大きな目標。輝かしい未来。そういうのを探してた。でも、本当の動機は？目の前にいた。一人の生徒。一つの言葉。一回の授業。小さなこと。そう。次の日、10分だけ授業の準備をした。いつもより丁寧に。たった10分？でも、心を込めた十分。そしたら、少し楽しくなった。少しずつ。1週間後、生徒が笑った。私のジョークで、久しぶりに嬉しかった。動機が戻ってきたんだ。戻ってきたというより、作り直した。大きな情熱じゃなくて、小さな喜び。毎日の小さな喜び。それが本当の動機。うん。動機は待つものじゃない。行動の中で見つけるもの、作るもの、育てるもの。1日ずつ。一瞬ずつ。クイックシナリオテスト。明日、全然やる気が出ない朝。よくあるやつ。どうする？ A、無理やり頑張る？ B、諦めて休む？それとも C、とりあえず5分だけやる？ C を選んだなら、理解してる。5分だけ。そう、完璧にやる必要ない。でもゼロにしない。1% でも0よりいい。そして5分やったら、意外と続けられたりする。でも続かなくても、5分やった自分を褒める。自分に優しく。いつも、いつでも。動機をマスターする。準備ができたと思う。ほぼね。でも挫折した時は？せせつ。完璧に続けてたのに、急に崩れるとき。3週間続いた習慣が、パッと消えるとき。立て直す技術、全体がある。今教えて。次回。へえ、気になる。だっててね、挫折からの復活。次回のテーマだよ。次回も参加したいなら、ミスタージャーパニーズチャンネルを購読してね。コメントで教えて。あなたの小さな習慣は何？どんな小さなことから始める？になる文化を学ぶって、本当は何だと思う？何？新しい知識を得ることじゃない。新しい生き方を学ぶこと。日本の小さく始める哲学。形から入る知恵。継続は力なりの精神。私たちに教えてる。完璧じゃなくていい。大きくなくていい。ただ、始めればいい。
続けてればいい。そして、それがすべてを変える。学びは世界への架け橋です。新しいアイディアに心を開くとき、言語について学ぶだけじゃない。もっと行動する人になる。もっと継続する人になる。もっと自分を信じる人になる。一緒にいてくれてありがとう。次回まで学び続けて、成長し続けて、小さく始め続けて。みんな気をつけてね。また会いましょう。